のささやきの朗読やこれは3年前に俺が体験した話だ。今でも雨の日になるとあの山の匂いを思い出してしまう。濡れた土の匂いと腐った木の匂い、それに線香みたいな匂いが混ざったあの嫌な空気を。当時俺は民族系の雑誌でライターをやっていた。地方に残る風習や禁忌を取材する仕事で、その日も山奥の集落へ向かっていたんだが、帰る頃にはかなり遅くなっていた。しかも最悪なことに、途中から雨がシャレにならないくらい強くなった。山道は真っ暗で、ガードレールの向こうが崖なのか林なのかもわからない。そんな中を走っていた時だった。突然、カーナビの画面が真っ暗になって、その直後にエンジンまで止まった。何度キーを回しても反応はない。スマホも圏外。周囲に民家らしい明かりも見えなかった。さすがに焦ったが、車にいてもどうにもならないと思い、俺は傘だけを持って歩くことにした。山の夜って本当に気味が悪い。無音なわけじゃないんだ。むしろ雨音とか風の音とか木が揺れる音とかいろんな音がしている。なのに人の気配だけが一切なかった。それが異様に怖かった。15分くらい歩いただろうか。雨の向こうにぼんやりと明かりが見えた。近づいてみると小さな神社だった。鳥居はかなり古く、片方の柱が少し傾いている。境内には誰もいないのに、社務所だけ明かりがついていた。正直、その時点でちょっと嫌な感じはしていたんだ。山の中なのに、虫の声が全く聞こえなかったんだ。それでも、背に腹は変えられないと思い、俺は社務所の引き戸を叩いた。すると、すぐに中から声がした。はい。低い男の声だった。戸が開いて、中から50代くらいの神主が出てきた。白装束を着ていたが、裾が妙に泥だらけで、袖も濡れていた。ただ、本人はそれを全く気にしていない様子だった。事情を説明すると、神主は穏やかに笑いながら、こんな天気ですし、朝まで休んでいってください。と言って、中に入れてくれた。助かった、と思った。だが、社務所に入った瞬間、妙な匂いがした。線香の匂いに混じって、濡れた獣みたいな匂いがしてきたんだ。思わず顔をしかめると、神主は笑いながら、古い建物ですから、と言った。通された和室はかなり古かった。その中で特に気になったのが、壁に貼られていた大量のお札だった。ただ、その貼り方が妙だった。全部裏返しなんだ。普通、お札って文字が見えるように貼るだろ。なのにここは全部ひっくり返されていたんだ。気味が悪くて見ていると、神主が不意にこっちを見た。気になりますか？あ、いえ。ごまかそうとすると、神主は小さく笑った。
ここは少し普通の神社とは違いますから。その言い方が妙に引っかかった。さらに神主は茶を置きながら何度も同じことを言った。夜は外へ出ないでください。あと、誰かが来ても戸を開けないようにしてください。最初は山だから危ないのかと思った。だが、その言い方が妙だった。注意というより、本気で怯えているように聞こえたんだ。その時だった。カランと、どこかで鈴の音が鳴った。俺は反射的に外を見た。だが、風は吹いていない。境内にも誰もいない。なのに鈴の音だけが響いていたんだ。神主の顔から笑みが消えていた。気にしないでください。低い声だった。さっきまでとは明らかに空気が違った。それ以上聞ける雰囲気ではなく、俺はおとなしく部屋へ戻った。だが当然眠れるわけがなかった。雨音を聞きながらぼんやりとしていると、いつの間にか時計は午前3時を回っていた。その時だった。外で、ジャリッと砂利を踏む音がした。誰かが境内を歩いているんだ。ゆっくり、ゆっくり、そして部屋の前で止まった。次の瞬間、コンと戸が叩かれた。小さい音だった。だが、その直後に聞こえた声で背筋が凍った。開けてー。若い女の声だった。濡れたようなかすれた声。寒いの。戸のすぐ向こうに誰か立っている。俺は思わず立ち上がりかけた。その瞬間、廊下の奥から神主が現れた。顔色が真っ白だった。返事をしないでください。小さい声だったが、異常なくらい切迫していた。絶対に。女の声は続いていた。コン、コン。さっきより叩く音が強くなっている。神主は戸を睨んだまま震える声でつぶやいた。見つかる。その言葉の意味を聞こうとした瞬間だった。ピタリと音が止んだんだ。雨音だけが響く。数秒後、今度は砂利を踏む音がゆっくりと遠ざかっていった。砂利、砂利、砂利。やがて完全に音が消えると、神主はその場で深く息を吐いた。その時、俺は初めて気づいた。神主の白装束の胸元が赤黒く汚れていた。それは血みたいだった。俺の視線に気づいた神主は慌てて袖を寄せると、山で転びましてね、と笑った。だが明らかに泥ではなかった。聞きたかった。でも聞けなかった。神主は何事もなかったかのように廊下へ戻っていく。ズズ、ズズと濡れた足袋を引きずる音だけが暗闇へと消えていった。その時俺は完全に眠気が飛んでいた。しばらくするとまた音がした。今度は廊下を何か重いものが通る音だった。気になって襖を少し開けると、
暗い廊下の先に神主がいた。何かを抱えている。それは白い布の塊だった。だが先端から長い髪が垂れているのが見えたんだ。人間だった。女だった。神主はそれを抱えたまま本殿の方へと向かっていく。俺は気づけば後を追っていた。本殿の中は異様だった。床一面に札が貼られている。しかも全部裏返しだった。奥には黒い箱のようなものが置かれている。それは棺桶みたいだった。神主は抱えていた女を床へ下ろした。布の隙間から見えた白い腕は爪が全部剥がれていた。俺は死んでると思った。だが次の瞬間、女の指がかすかに動いたんだ。生きている。神主は黒い箱を見ながら小さくつぶやいた。まだ足りませんか。その直後だった。ゴリと箱の中から何か硬いものを噛む音がした。そして箱の隙間から白い手が這い出してきた。異様に長い指。しかも人間の手なのに指の数が多かった。6本、7本、いや、それ以上あった。それが何本も虫みたいにカサカサと這い出してくる。神主は震えながら言った。次を連れてきます。その瞬間女が絶叫した。無数の手が一斉に女をつかみ、箱の中へと引きずり込んでいく。女はその時、俺の方を見た。その女には片目がなかった。黒くくぼんだ眼窩がまっすぐこちらを見ていた。助け！直後、骨が折れる音と湿った咀嚼音が本殿に響いた。腰が抜けた。その時だった。キーと音を立てながら神主の首がゆっくりとこちらを向いた。暗闇の中、神主は泣きながら笑っていた。見てしまいましたか。その瞬間俺は反射的に走り出していた。廊下を転びそうになりながら逃げ、社務所へ飛び込んだ。荷物をつかもうとしたとき、壁に貼られた古い写真が目に入った。神社の前で村人たちが並んでいる集合写真だった。その中央には神主が写っている。今、ここにいる男だった。だが、写真の日付は3年前。その横には新聞記事が貼られていた。〇〇神社、神主失踪。山中にて遺体発見。首吊り自殺か。頭が真っ白になった。じゃあ、今いるあいつは何なんだ。その時だった。背後で濡れた足音が止まったんだ。気配だけでわかる。すぐ後ろにいる。耳元で神主の声が聞こえた。今夜は。少し間があった。それは震えた声だった。代わりを置いていかないと。その瞬間、社務所の電気がふっと消えた。暗闇の中、どこかでカランと鈴が鳴った。そして
俺のすぐ横で知らない女の声が囁いた。やっと帰れる。社務所の電気が消えた瞬間、俺は叫びながら外へと飛び出した。雨はまだ降っていた。石段を転がるように駆け下り、そのまま山道へと飛び込んだ。背後では、ズ、ズ、と濡れた足音がずっと聞こえていた。神主だ。振り返ったら終わる。そんな気がして、とにかく前だけを見て走った。どれくらい走ったかわからない。息は切れているし、足も限界だった。それでも止まれなかった。やがて前方に赤い鳥居が見えたとき、俺は思わず安心しかけた。だが近づいた瞬間、全身の血の気が引いた。またあの神社だった。一本道を逃げてきたはずなのに、同じ場所に戻っている。そして鳥居の前には神主が立っていた。ずぶ濡れのまま暗闇の中でじっと俺を見ている。俺は後ずさった。だが神主は追ってこなかった。小さく頭を下げると苦しそうな声で言った。申し訳ありません。その時本殿の方からカランと鈴の音が鳴った。途端に神主の顔色が変わった。それは怯えた顔だった。震える声だった。見つかる前に。その直後だった。森の奥でガサッと木々が揺れた。何かがいる。姿は見えない。だがわかる。異常に大きい。木の向こうを何かが歩いていた。神主はそちらを見ながら明らかに怯えていた。早く！その声で我に返り、俺は再び山を駆け下りた。しばらく走ると小さな集落にたどり着いた。もう夜明け前だったと思う。俺は一番近くの民家に飛び込んで、そこで全部話した。神社のこと、神主のこと、箱の中の化け物のこと。話を聞いていた老人は顔を青くしたままつぶやいた。まだ終わってなかったのか。その一言で空気が変わった。俺は老人へ詰め寄った。あの神社何なんですか？老人はしばらく黙っていたが、やがて観念したように話し始めた。昔、この山では山の神を祀っていたらしい。飢饉や疫病が起きるたびに人を捧げて鎮めていた。旅人や流れ者みたいな外から来た人間を。そうすることで村は守られてきた。だが昔の話だ。老人はそう言ったが声は震えていた。3年前まではな。3年前、あの神主は儀式を拒否したらしい。もう人を殺したくないと。すると村で異変が起きた。子供が消え始めた。山の中で体の一部だけが見つかるようになった。村人たちは恐怖で狂った。そして最終的に神主を山へ捧げた。老人はうつむいたまま小さく言った。仕方なかったんだ。
その言葉がどうしようもなく気持ち悪かった。仕方なかった。この村の人間は全部それで済ませてきたんだ。だが神主を捧げても終わらなかった。怪異は消えなかった。だから今も次を求め続けている。嫌な予感がした。俺は立ち上がる。帰ろうと思った。ここにいたらダメだと本能で分かった。その瞬間だった。玄関の外に人影が立っているのが見えた。一人じゃない。5人、10人、村人たちだった。全員無言でこちらを見ている。俺は反射的に逃げようとした。だが次の瞬間、後ろから押さえつけられた。老人だった。話してくれ。暴れる。だがすぐに他の村人たちも入ってきた。何人もの手が俺を押さえ込む。老人は泣きそうな声で言った。これ以上村の人間を持っていかれるわけにはいかないんだ。最初からそのつもりだったんだ。外から来た俺を代わりにする。村人たちは俺を縛ってそのまま山に連れて行った。雨は止んでいた。静かな夜だった。誰も喋らない。ただ遠くでカランカランと鈴の音だけが響いていた。やがて神社へたどり着く。境内には神主が立っていた。ずぶ濡れのままじっとこちらを見ている。その顔は人間みたいに疲れ切っていた。村人たちは一斉に頭を下げた。お願いします。気持ち悪かった。自分たちで殺しておいて今さら拝んでいる。神主は泣いていた。すみません。震えた声だった。次を連れてこないと終わらないんです。その瞬間本殿の奥からゴリゴリと音がした。それは何か硬いものを噛む音だった。床が揺れる。村人たちが一斉に震え始めた。神主はゆっくりと本殿を開いた。中は真っ暗だった。だが奥で何かが動いている。湿った息遣い、骨を噛むような音。その直後だった。床下から無数の手が這い出してきた。白い手、黒い手、子供みたいに小さな手、爪のない手。それが一斉に俺の体を掴んだ。絶叫した。だが村人たちは誰も助けなかった。全員手を合わせている。神主だけが泣きながら何度も謝っていた。すみません。すみません。その顔を最後に俺は暗闇へと引り込まれた。それからどれくらい経ったのかわからない。気がつくと俺は社務所の中に座っていた。白装束を着ていた。袖は濡れ、裾は泥だらけだった。外では雨が降っている。その時、戸を叩く音がした。それは若い男の声だった。すいません。誰かいませんか？その瞬間、本殿の奥から
ゴリ、ゴリ、と音がした。頭の奥で誰かの声が響く。連れてこい。終わらすな。逃がすな。俺は立ち上がった。嫌だった。開けたくなかった。でも、体が勝手に動く。ゆっくり戸を開けると、雨の中に若い男が立っていた。怯えた顔。3年前の俺と同じ顔だった。俺は無理やり笑った。そして気づけば、全く同じ言葉を口にしていた。夜は外へ出ないでください。と。この話は、俺が20代の頃に実家に戻った時の話だ。今でも夜中に鈴の音を聞くと、あの村を思い出す。山奥にある小さな集落だった。当時、祖父の体調が悪いと母親から連絡があって、俺は数年ぶりに帰省した。正直、帰りたくなかった。あの村は昔から妙に閉鎖的で、子供の頃から空気が苦手だったんだ。特に村外れの神社。あそこだけは絶対に近づくな。そう言われて育った。山へ続く石段の途中にある古い神社で、昼間でも薄暗く、地元の人間ですら夜は絶対に近寄らなかった。実家に着いた日の夜だった。夜中、物音で目が覚めた。ギシ、ギシ、と廊下を歩く音だった。襖を少し開けると、祖父が盆を持って歩いていた。白飯、味噌汁、生卵、それに酒。妙に質素な食事だった。祖父はそれを持ったまま外へ出て行く。気になって俺はこっそり後を追った。祖父は懐中電灯も持たず、暗い山道をゆっくりと歩いていく。やがてたどり着いたのはあの神社だった。鳥居は古く、縄は黒ずみ、石段には苔がびっしり生えている。境内には誰もいない。なのに本殿だけがぼんやりと明るかった。祖父は拝殿の前に盆を置くと深く頭を下げた。今年もどうか。かすれた声だった。うちからは連れて行かないでください。その言葉を聞いた瞬間、嫌な寒気がした。次の瞬間だった。ズッと本殿の奥から音がしたんだ。何かをすするような音だった。祖父は顔を上げない。俺は思わず本殿の隙間を覗き込んだ。暗くてよく見えない。だが確かに何かいた。床の奥、暗闇の中で何本もの白い指みたいなものがうごめいていた。その瞬間、カラン。突然、鈴が鳴った。風なんか吹いていない。なのに、拝殿の鈴が勝手に揺れていた。祖父が顔を上げる。血の気の引いた顔だった。見るな！怒鳴り声だった。その直後、本殿の奥で、ぐちゃっと湿った音がした。
俺は反射的に後ずさった。祖父は慌てて俺を引っ張り、そのまま神社を離れた。帰り道、祖父は一言も喋らなかった。ただ何度も後ろを気にしていた。家に戻った後、俺は母親に聞いた。あの神社、何なんだよ。すると母さんは露骨に顔色を変えた。責めるような声だった。ねえ、夜の神社に行ったの？もう近づいちゃダメだよ。それだけ言って話を終わらせてしまった。翌日、村の老人に呼び止められた。酒屋の前でタバコを吸っていたじいさんだった。俺を見るなり小さい声で言った。お前、本殿を見たな。心臓が跳ねた。老人は周囲を気にしながら声を潜める。あそこにはな、上神がいる。昔この村では飢饉が続き、多くの人が死んだらしい。その時山から何かが降りてきた。最初は家畜、次に子供、最後には大人まで消えるようになった。そこで村人たちは山の神を神社へ祀り、毎晩供え物をするようになった。飯を切らした家から消えるんだ。老人は真顔でそう言った。もちろん俺は信じなかった。そんなのただの迷信だと思った。だが、その夜だった。俺はまた物音で目を覚ました。ギシ、ギシ。廊下を歩く音。だが、今日は違った。音が外から近づいてくる。濡れた足音だった。俺は息を止める。次の瞬間、コン。玄関が叩かれた。続いて、コン、コン。ゆっくり、一定の間隔で。母さんも起きていたらしく、今から小さくすすり泣く声が聞こえてくる。祖父は玄関の前に立ったまま震えていた。その時だった。外からかすれた声が聞こえた。それは若い女の声だった。背筋が凍る。すると祖父が震える声で言った。返事をするなよ。次の瞬間、玄関の向こうで、ぐちゃと何かを噛む音がした。そして、ズッ、ズッとする音が聞こえた。玄関のすぐ向こうで。俺は恐怖で動けなかった。すると突然、叩く音が止んだ。静寂。数秒後、ジャリ、ジャリ、と、砂利を踏む音が遠ざかっていった。祖父はその場に崩れ落ちた。その時俺は気づいてしまった。祖父の足元、泥だらけだった。しかも泥の中に赤黒いものが混ざっていた。それは血だったんだ。翌朝、祖父が消えていた。家にも神社にもいなかった。だが神社の拝殿だけは妙だったんだ。昨夜置かれていたはずの盆がきれいに空になっていた。白飯は一粒も残っていない。味噌汁も空だった。まるで
誰かがきれいに食べたみたいに。その時だった。母さんが拝殿を見ながら小さくつぶやいた。ああ、とうとう代わりがいるんだ。その瞬間、本殿の奥からカランと鈴が鳴った。祖父が消えた朝、村の人間たちは妙なほど静かだった。誰も驚いていない。山で老人が行方不明になったなら、本来なら大騒ぎになるはずだった。なのに、母さんも近所の連中もどこか分かっていたみたいな顔をしていたんだ。特に気味が悪かったのは、誰も祖父を探そうとはしないことだった。俺は我慢できず、母さんに怒鳴った。何なんだよ、この村。すると母さんは疲れ切った顔で言った。騒ぐな。それだけだった。昔からこうしてきたんだから。その言葉を聞いた瞬間、本気で気持ち悪くなった。祖父が消えたんだぞ。なのに、昔からそうだから、って済ませるのか。その日の昼、俺は村を出ようとした。もう無理だった。こんな場所にいたら、次は自分がどうなるかわからない。車へ向かう途中、昨日の老人が俺を呼び止めた。かなり焦った顔だった。逃げても無駄だ。そう言うと老人は、俺を神社の裏手へと連れて行った。本殿の裏には小さな祠が並んでいた。その奥には古びた蔵があった。老人は鍵を開け、中から古い帳面を持ってきた。かなり古い感じの帳面だった。開いた瞬間、背筋が冷えた。名前が並んでいる。年齢、日付、その横に書かれていた文字。奉納、返し、代わり。意味はすぐに分かった。この村で捧げられた人間の記録だったんだ。子供、旅人、嫁、行商人。そして最後のページには祖父の名前が書かれていたんだ。その横にはまだ墨が新しい文字で、次は孫、そう書かれていた。俺は思わず帳面を落とした。すると老人は暗い顔のまま言った。お前のおじいさんはずっと止めようとしていたんだ。毎晩供え物を続けることで上髪を満たそうとしていたらしい。だがもう限界だった。供えだけでは足りなくなっていた。本当はお前を村へ戻したくなかったんだ。老人のその言葉で全部つながった。祖父が俺を見て言った。間に合ったか、という言葉。あれは逃げきれなかったっていう意味だったんだ。その瞬間背後でカランと鈴が鳴った。振り返る。誰もいない本殿の鈴がゆっくりと揺れていた。風なんかなかった。なのに老人の顔色が変わる。まずい。次の瞬間だった。境内の奥からズズズと何かをする音が聞こえてきた。
近い本殿の中からだった。老人は怯えた顔で後ずさった。今日は早すぎる。その言葉と同時に本殿の戸がゆっくりと開いた。ギギー。暗闇の奥、何かがいた。だが姿はよく見えない。異様に長い白い指だけが見えた。それが畳をカサカサと這っている。しかも一本じゃない。何本も何本も。老人は震えながら俺を見た。早く逃げろ。その瞬間、老人の体が後ろへ引っ張られた。絶叫。本殿の奥へと一瞬で消えた。畳の上に血だけが飛び散った。俺は叫びながら走った。石段を転がるように駆け下りた。だが途中で村人たちが立っていた。全員無言だった。逃げようとした瞬間、後ろから押さえつけられた。村の連中だった。話してくれ。暴れる。だが人数が多すぎた。村人たちは泣きそうな顔で俺を抑え込みながら言った。仕方ないんだ。これ以上村の人間は出せない。その中に母さんもいた。俺は叫んだ。母さん、なんでだよ。すると母さんは涙を流しながら言った。あんた一人で住むなら安いもんなの。本気だった。母さんは本気でそう思っていた。その瞬間、頭が真っ白になった。気づけば俺は縛られ、そのまま神社へと連れて行かれていた。夜だった。境内には村人たちが集まっている。全員うつむいている。まるで儀式だった。拝殿の前には白飯と酒が並べられている。その奥、本殿の暗闇からズズとすする音が聞こえていた。村人たちは一斉に頭を下げる。お願いします。今年だけは。気持ち悪かった。全員自分だけ助かりたいんだ。その瞬間だった。本殿の奥から白い手が這い出してきた。異様に長い指。しかも人間の手じゃない。指の数が多すぎるんだ。それが何本も何十本もカサカサと畳を這いながら俺の足へと伸びてくる。絶叫した。だが村人たちは誰も助けなかった。それどころか俺を押さえつけた。母さんが泣きながら叫んだ。ごめんね。次の瞬間、無数の手が一斉に俺を掴んだ。冷たかった。腐った肉みたいな匂いがした。俺はそのまま本殿の暗闇へと引きずられていった。そして最後に見えたのは涙を流しながら拝み続ける母さんの顔だった。数年後、廃村になったあの集落へ心霊配信者たちが入ったらしい。動画は途中まで普通だった。荒れた神社を探索して騒いでいるだけの内容だった。
だが、最後だけがおかしかった。配信者の一人が本殿の奥へとカメラを向けた瞬間だった。画面の奥、暗闇の中で誰かが正座していた。それは白装束を着た男だった。やつれた顔でずっと本殿へ向かって頭を下げている。その前には白飯と味噌汁。そして動画の最後、カメラが近づいた瞬間、その男がゆっくりと振り向いた。目の下が真っ黒に落ちくぼんでいた。そしてかすれた声でこう言った。今年も、どうか。その直後、画面の奥から無数の白い手が伸びてきて、そこで配信は途切れた。そして配信者たちは、その後全員行方不明になったらしい。